はい、皆さんこんにちは。KC キャンプの KC よみです。この度もご視聴ありがとうございます。皆さん、ゆで卵を作るときってどうされてます？私のやり方ですと、今まで多分皆さんも一般的には一緒だと思うんですけども、ちょっと大きめのお鍋にお湯をたっぷりのお水を張って、でそれを沸かしますよね。でその中に卵を投入して、そこから何分か、茹で終わったらそれを、水につけて、そして皮を剥くというような工程になろうかと思います。はい。今回私がお話しさせていただく内容はですね、なんと使用するお水を80ミリで OK なんですね。はい。そして、使うギアも今回このメスティン、これはダイソー製のメスティンなんですけども、メスティンとそして外の ST310 というモデルのシングルバーナー、はい、この組み合わせで、やるとね、もう大体8分ぐらいあれば半熟卵ができるんですね。っていうこのお話なんですが、実はね、農林水産省が以前に SNS で少ない水の量でゆで卵を作る方法を紹介されていたのが結構話題になってた時期があったらしいんですよ。はい、なので私もちょっとそれを参考にベースに しつつ、じゃあキャンプでやる場合ならどうするか、キャンプギアを使ったらどうなるかっていう視点から今回はお話しさせていただこうと思っております。まだそのやり方知らなかったよっていう方いらっしゃると思いますので、最後までご覧いただけたらめちゃめちゃ嬉しいです。はい、それでは行ってみましょう。はい、では早速話を進めていきます。今回使用するのはこちらメスティン。これはダイソーのレギュラーメスティンです。はい、ぶっちゃけね、これはもう何でもいいんですよ。メスティンじゃなくても、皆さんがお使いのクッカーを使用されるといいと思います。はい、そして火元は今回私はこの外の ST310 を使いますね。シングルバーナーです。はい、そしてあとは卵とそしてお水が、わずか80ミリ程度。これ今卵ここに3つありまして、冷蔵してされた状態の卵を今取り出しております。はい、冷えている状態の卵を前提に話を進めていきます。数字をマジックで書きました。これ何かと言いますと、火を止めたらあと3分で私はいつも使用するんですけども、もしかしたら人に好みそれぞれありますので、一応これ3分で引き上げる、そして4分で引き上げる、5分で引き上げるっていうような感じで、ちょっと3パターンを最後に見ていただこうかなと。でそれで大体自分の好みに近しいところを参考にしていただけたらいいかなと思います。はい、もしかしたらもっと6分とか7分とか蒸らした方が好みになるっていうパターンもあるでしょうし、いやもう1分2分でいいよって、もうドロドロがいいんだよっていう人もいらっしゃると思いますので、その辺は各自で好みに合わせて調整してください。では早速やっていきましょう。はい、では作っていきましょう。はい、まずはこちらメスティンにお水80を入れますね。よいしょ。はい、お水80入りました。で、これは今回はダイソーのレギュラーメスティンを使うんですけれども、こう見ていただいたらダイソーのメスティン、ここにメモリがついてるんですね。はい、で、一番下が 0.5 となってるんですけども、だいたいねこの 0.5 ぐらいあればいいかなという感じです。はい、一応参考にしてみてください。もう本当80ミリってわずかこんだけなんですよね。はい、この程度のものなので。では次にここに卵を入れていきます。それぞれ番号を振った卵ありますので、順番に3、4、5と、もしかしたらちょっとこれ数字が消えてしまうかもしれませんけども、こんな感じで入れました。はい、あとはもう蓋をして火にかけていくということになります。同時にちょっと時間も計っておきます。では着火します。これぐらいちょっと強めの火で最初は行きましょう。そしてに乗せます。そしたらスタートをします。ポチッ。はい、こちらでも時間測っております。はい、これで
なるべくこの、トータルの時間を減らしたいので、最初はちょっと強めの火でブクブクとこう沸騰させる感じでやっていきます。で大体ねもうこれぐらいの水の量ですともう1分かからないうちに沸騰し始めますので、そしたら強火に変えていきます。で今、40秒経ちましたね。そうするとねもう音でこうブクブクブクってなってきたので、もうこれで沸いてると思いますので、ここからよし火を中火にします。こんな感じかな。で、なぜその先ほど今回使用する水が80ミリなのかというところは、いろいろね私最初の50ミリとか60ミリとかで調整してみたんですね。そしたらどんだけ沸くまでの時間がかかるかとか、あと仕上がりの完成度なんかを見ておりましたら、50、60だとちょっとね少ない。沸騰してこの蒸らしてる間に水が減ってしまって空だきみたいになってしまうがちだったので、だから80とかやってみたら、ちょうど80がいいかなという感じです。なので別にこの80に何の根拠もないというか、別に絶対80じゃないと成功しませんよっていうわけじゃないので、そこは皆さんもう大体80から100ぐらいあればいいかなと思います。別に150とかでもいいんですけども、その分水が増えたら増えただけ、最初に沸騰するまでに時間がそんだけ分かかるだけの話なので、仕上がりには別に影響しませんので、はい、なので空だきにならないようにだけ注意するこの水の量と、あとはこの火力ですね、はい、火の調整をしていただけたらいいかなと思います。はい、4分経ちましたので火を消します。よいしょ。はい、火を消しました。そしたら今から、まず1つ目3分蒸らししていきますね。冷水につけることで殻も剥きやすくなりますし、あと、その状態もうそれ以上熱が入らないのでそこから熱で固まるっていうことが防げますので、一つずつね取り出してここにつけていきますね。そして最後に一つずつ剥いていくというふうにしていきたいと思います。はい、今蒸らし3分経過しましたので取り出します。まずこれ3のやつですね。よいしょ。はい、で次4分、もう1分経ったらまたすくい出します。はい、1分経ちましたので2つ目、次4番のやつ冷やします。はい、1分経ちましたので最後の蒸らし5分のバージョン、はい、これを最後ここにつけて冷やします。よいしょ。はい、あとはねこれ皮むくだけなんですね。はい、では見てみましょう。こっちから、3分のもの、そして、4分のもの、5分のものというふうに、今からはい、これがまず3分のもの、はい、出ました。次、4分。はい、こちらが4分のものです。入れますね。はい、そして最後、蒸らし5分のやついってみましょう。はい、蒸らし5分のもの入れました。よし、では実際に切って中身を見てみましょうか。
はい、切ってみました。こちらから3分4分5分それぞれ火を止めてから蒸らした時間の結果となります。はい、ちょっと見にくいかもしれませんが、まずこちらが3分ですね。はい、まだ中身がこうとろっとしております。はい、そしてこちらが4分のものです。こちらはね3分の蒸らしよりはとろみは少ないですけど、まだとろみは残っております。はい、そしてこちらが5分火を止めて5分蒸らした状態のものがこれです。はい、これはね3分4分よりもさらに中身が固まっております。はい、という結果になりました。あとはもう皆さん好みの問題だと思いますので、例えばいやこの3分でこういう状態、いやもっと自分はとろみが好きなんだ、とろっとした半熟の方がいいんだっていう場合は3分をもう2分30秒とか2分ぐらいで引き上げてみるっていう風にしてもいいでしょうし、逆に5分でまだこの片茹でまではいってない状態なので、片茹での方が好きなんだっていう人は5分30秒とか6分ぐらいで調整されてもいいと思います。はい、はい、という感じになりました。いかがでしょうか。今回のポイントとしましてはね、まず1つ目、卵の最初の温度なんですね。これが常温なのか、冷蔵したものなのかによってその卵自体の温度が違いますので、その分この蒸らす時間とか加熱時間に影響が出てきますということがまず1つです。はい、でポイントの2つ目は水は80ミリリットル今回は使用しました。はい、でちょっと見ていただきましたらね、はい、空だけにはなってませんので全然大丈夫だと思います。はい、あまりねずっと強火でやってしまうとちょっと全部蒸発して空だきになってしまうかもしれませんので、そこはちょっと注意してください。そしてポイントの3つ目なんですがこちら見ていただいたように、蒸らす最後火を止めてから蒸らす時間によって結果が異なりますということなので、基本私はだいたいいつも3分の蒸らし時間でやるんですね。なのでトータルだいたい8分前後ぐらいで、これができます。はい、あとはもうお好みで、蒸らす時間を伸ばすなり、もうちょっととろみが欲しければ短くするなりしていただくと、好みのものに仕上がると思いますので、そこはいろいろ皆さん自分の最適解を探してみてください。そしてポイントの4つ目なんですが、ご覧の通りお水も少量でいいですしガスにかける時間も短くなりますので、災害時なんかにそういう燃料とかそういうのを少しでも節約したいなっていう場合なんかも、かなり有効な技なんじゃないでしょうか。はい、これも一つのテクニックとして覚えておかれるといいかなと思います。農林水産省の方でも推奨されているやり方ですので、はい、間違いはないかなと思います。はいはい、ということで今回の動画はこのメスティンと、この外の ST310 を使って、ゆで卵、半熟卵を作ってみようというお話でした。いかがだったでしょうか。もうねお水80ミリともうガスバーナーがあれば家庭でもアウトドアでもどこでもできますので、はい、ぜひお試しいただければと思います。はい、ということで今回の動画はこれで終わります。私のチャンネルではこういった、なんかキャンプギアを使ってこんなことができるよとか、こういう方法があるよとかっていうお話であったりとか、あと商品レビューであったりとか、あと実際にキャンプしている Vlog であったりとかっていうのを発信してますので、興味がありましたら、少しでも次もじゃあもう見てやろうかなとちょっとでも思っていただけたら、ぜひグッド評価とか、あとチャンネル登録しておいていただけると非常に励みになりますし、私も嬉しく思います。はい、よろしくお願いします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。KC キャンプの KC オミでした。さよなら。